こんにちは。今日のテーマ、これは本当に誰にとっても心に重くのしかかる問いですよね。なぜ神は苦しみを許されるのか。特に愛する人を失った悲しみの中からどうしても神様を信じられない。そんな方にどう寄り添えばいいのか。これってただの神学論争なんかじゃなくて、人の心の本当に深い痛みに触れるテーマだと思うんです。この解説で一緒にその答えを探っていけたらと思います。愛に満ちているはずの神様が、なんでこんな悲劇を前にして、まるで何もしてくれないように、黙っているように見えるのか。この問いは、もう心の叫びですよね。多くの人が一度はいや何度も心の中で叫んだことがあるんじゃないでしょうか。今日のこの時間では、この痛みを伴う問いにごまかしたりせずに、まっすぐ向き合っていきたいと思います。まず、このネオナルド・レイブンヒルという人のすごく力強い言葉から始めたいと思います。揺り動かされるものはすべて揺り動かされる。それは揺り動かされることのない御国が残るためである。これどういうことかっていうと、人生で起きる試練っていうのは実際私たちの価値観とか信じているもの、つまり人生の土台そのものを試す大きな揺さぶりなんだっていう考え方なんですね。この揺さぶりっていう視点が今回のテーマを理解する上ですごく大事な鍵になってきます。じゃあ、その揺さぶりって具体的にどんなものなんでしょうか？聖書や歴史の中には、まさに人生の土台から揺さぶられた人たちの本当に深く心を打つ物語が記されています。まずは、旧約聖書に出てくるヨブという人の話から見ていきましょう。ヨブという人は、もう想像を絶するような経験をしました。財産、子供たち、そして自分の健康まで、ほとんど一夜にして全部失ってしまうんです。破産、死別、そして耐えられないほどの体の痛み。友達からは、お前が何か悪いことをしたから罰が当たったんだなんて責められたりもして。でも彼は、その理解できない苦しみの中でも、神様を呪うことはしなかったんです。もう一つ、今度は近代の物語です。H.G. スパフォードという人の悲劇です。彼は奥さんと4人の娘さんを先にヨーロッパ行きの船に乗せたんですが、その船が事故で沈んでしまって、娘さんたちが全員亡くなってしまったんですね。その悲しみに暮れる奥さんのもとへ向かう船の上で、彼が書いた言葉が、後に有名な賛美歌になった、我が魂よ安かれ、なんです。どんな嵐が来ても私の魂は大丈夫だ、と。すべてを失った悲しみのまさにそのどん底で、それでも神様への信頼を歌う。これは彼の信仰が良い状況とか良い感情とかそういうものに左右されないもっと固い土台の上に築かれていたことを示してるんですよね。こういった試練を説明するために、聖書なんかの資料では、ある力強い比喩が使われています。それが、苦しみの炉です。炉っていうのは火の炉のことですね。これが一体何を意味するのか、ちょっと見ていきましょう。ここでめちゃくちゃ重要なのは、苦しみに対する視点の転換です。聖書的な考え方だと、試練っていうのは、罰とか、ただの意地悪とかじゃなくて、私たちをより良くするためのプロセスだと捉えることがあるんです。例えば、鍛冶屋さんが火を使って鉄から不純物を取り除いて強い鋼を作り上げますよね。それと同じように、神様は試練という火を使って私たちの心の中にある弱さとか脆い部分を取り除いて信仰を本物にしていくんだと。もちろん、これ苦しみの真っ只中にいる人にとっては到底受け入れられない考えかもしれないですよね。成長のためだなんて言えないよって。その気持ちはすごくよくわかります。でも、一つの視点として、この聖錬っていう考え方をちょっとだけ心の隅に置いておいてみてください。この聖錬のプロセスをシェーン・アイドルマンという人はすごく美しい比喩で説明しています。オリーブオイルはどうやって作る？オリーブに聞いてごらん。オリーブを砕かないといけないんだ。香水のためには花を砕かないといけない。これって本当に価値のあるものが生まれるためには時として痛みとか砕かれるようなプロセスが必要なんだっていう自然界の法則を示してるんですよね。私たちの人生でも最も美しいものが最も深い苦しみの中から生まれることがあるのかもしれません。この炉の目的っていうのは3つのステップで考えると分かりやすいかもしれません。まず、ステップ1は揺さぶり。試練は私たちが普段何を頼りにして生きているかを明らかにします。
お金とか健康とか人間関係とか、そういうものがいかにも脆いかっていうのがわかるんですね。次にステップ2。それらが揺さぶられることで、心の中に隠されていた恐れとか疑いとかが表面化してきます。そして最後のステップ3。そういう不純物が取り除かれることで、どんな状況でも揺るがない、本物の信頼が精錬されていくというプロセスです。なるほどと。じゃあもしこれが試練の目的なんだとしたら、私たちがその火の真っ只中にいて、もう何も見えない、出口がないって感じるとき、どうしたらいいんでしょうか。苦しみの中で私たちの心は大きく2つの道に分かれるみたいです。一つは絶望とか怒りとか、そういう感情にただ身を任せてしまう道。もう一つが信仰による応答の道です。これ勘違いしちゃいけないのは、悲しんだり怒ったりしちゃいけないってことじゃないんですよ。むしろその嵐みたいな感情のど真ん中で、それでもなお主にあって自らを強める、祈り続ける、信頼することを選ぶっていう、すごく能動的な意図的な選択をする道なんです。じゃあ具体的にどうすればその信仰の道を選べるのか。そのための、霊的なツールキットみたいなものがいくつか示されています。例えば、部下に殺されそうになったダビデ王のように、絶望的な状況でも神様に助けを求めて自分を奮い立たせること。答えが見えなくても祈り続けること。そして神様のやっていることは理解できなくても、神様ご自身の人格、その方が愛であり善であることを信じ続けることとかですね。でもおそらく今日お話しする中で一番大事なポイントはこれだと思います。その炉は決して見捨てられる場所じゃないっていうことです。とは言ってもですよ。やっぱり私たちの心って弱いじゃないですか。このフィル・ビーチ・ジュニアの言葉はその現実を正直に認めてますよね。心は燃えても肉体は弱い。頭では神様を信頼しなきゃって分かってても心が全然ついていかない。そんな経験誰にでもあるんじゃないでしょうか。で、そんな私たちの弱さに対する答えがこれなんです。本当に深遠な答えだと思います。大切なのは私が神様にしがみつくことよりも神様が私を掴んで離さないでいてくれることだ。希望は私たちの握り力にかかってるわけじゃないんですね。むしろ私たちがもう手を離しちゃいそうな時でさえ神様の方が絶対に離さないでいてくれる、その力強さにあるっていうんです。このアル・ウィッティンヒルの言葉は、神様の恵みがどういうものか見事に描き出してますよね。泥だらけの足で世の中に汚され、状況に傷つけられたまま、私たちは父の服に飛び込んでいく。まず自分をきれいにしなきゃいけないなんてことはないんです。傷ついてボロボロで汚れたままの姿で、父である神様のところに飛び込んでいっていいんだよって。さて、じゃあこの苦しみを通る旅は一体どこへ続いていくんでしょうか。それは良いことが起きている時だけ信じるみたいな信仰じゃなくて、状況に左右されない信仰へと続いていきます。これがこの難しい問いに対する一つの結論なんだと思います。神様は私たちの痛みに無関心なわけじゃない。でも神様は私たちの目先の快適さ以上に私たちの人生の土台に関心があるんです。なぜなら私たちをこの地上だけの存在じゃなくて永遠のために備えてくださっているから。だから究極のゴールは嵐のない人生を送ることじゃなくて、神ご自身という絶対に揺らぐことのない岩の上に人生を築き上げることなんです。最後にこの問いを皆さんに投げかけて終わりたいと思います。問題は人生に嵐が来るか来ないかじゃないんです。嵐は悲しいけど誰にでも必ずやってきます。本当の問いはその嵐が来た時にあなたの人生がどんな土台の上に立てているかということです。これは痛みを避けるための問いじゃありません。決して誰にも奪うことのできないたった一つのものの上に人生を築くための問いなんです。もし今あなたが嵐の真っ只中にいて、神様なんて信じられない、そう感じているとしても大丈夫です。今日お話ししたことがあなたの心のどこか片隅に小さな希望の種として残ってくれたら本当に嬉しいです。